こんにちは、ヘンデジ研究所のローンスタです。このチャンネルでは Apple 製品やデスク環境に関する動画を発信しているので、Mac やガジェットが好きな方がいたらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、今回の動画ではですね、これまで使っていた iMac からこちらの14インチ MacBook Pro に買い替えた理由をお話ししていきたいと思います。まず iMac なんですけれど、2021年の10月にヨドバシ .com でカスタマイズモデルを24万3800円で購入しました。M1 チップを搭載した24インチの iMac で、スペックは CPU も GPU も8コア、SSD は 1TB、メモリはね 16GB のモデルです。まずですね、自分が Mac でどんな作業をしているのかって言いますと、メインはね、ブログの執筆になります。自分はカメラやガジェットに関するブログを運営しているので、レビュー用の写真や作例写真を撮ったら Mac に読み込んで Lightroom で編集して書き出し、あとはね、ブログで使うアイキャッチの画像とかバナーみたいなのを Adobe のイラストレーターで作成してます。で、出来上がった写真や素材などを使ってブログを書き上げていくような感じです。iMac はですね、一体型のデスクトップなので、自宅でのね、作業が多い自分みたいな引きこもりのね、ブロガーにはね、ぴったりな Mac なんですけれど、たまにはね、気分を変えてカフェとかコワーキングスペースでね、作業をしたいというか仕事をしたくなる時もあるんですけれど、そんな時にね、使っていたのがサブ機で使っている Surface Laptop Go 2っていうね、Windows のパソコンがあります。こちらね、Mac じゃないっていうのもありますし、やっぱりね、メインで使っているパソコンじゃないので、出かける前にデータを転送したり準備が必要で、それだけでやっぱね、時間をね、取られちゃうっていうのがあります。そこでね、購入したのが、この14インチの MacBook Pro です。これならね、自宅でも外出先でも全く同じ環境で仕事ができるって感じになります。そのために少し高いんですけれど、ストレージも iMac と同じ 1TB を選びました。Mac なんですけれど、新しいデバイスを購入した時の引っ越し作業がとにかく簡単で、バックアップさえ取れていれば、細かい設定なんかもね、完全に同じように、この新しい環境に移行してくれるっていうのが気に入っております。ということで、ちょっと前置きが長くなったんですけれど、今回購入した14インチ MacBook Pro についてお話ししていこうと思います。こちらはですね、Amazon で販売されていた MacBook Pro のカスタマイズモデルになります。スペックの方は10コア CPU、16コア GPU、M1 Pro チップのメモリは 16GB、ストレージはね 1TB になります。そしてですね、スペースグレーの色になって英字キーボードモデルを選びました。これね、定価の方は34万2000円なんですけれど、Amazon のセールで25万円になっていました。自分はですね、個人事業主としてね、やってるんですけれど、30万円一括経費の壁ってものがありまして、30万円以上のパソコンだと、複数年かけてね、経費にする必要があって、少しね、やっぱちょっと手間だっていう部分があるので、悩んじゃうんですけど、今回の MacBook Pro は、Amazon のセールでね、かなり安くなっていたので、思い通りのスペックが25万円で購入できて、すごくお得だと思ってます。自分がね、求めていたスペックっていうのは、まずストレージは 1TB 以上が必要で、メモリもね、できれば 16GB は欲しい。で、さらに、キーボードはね、US 配列にしたいっていうものがありました。いつもですね、愛用しているキーボードがこの US 配列の HHKB っていう名前のキーボードなので、ノートパソコンの方も US 配列だと違和感がなく使えるので US 配列がいいと思ってたんですけれど、なかなかね、US 配列の Mac って市場に出回らないので、今回のセールでね、買えたっていうのはかなりね、レアだったと思います。で、自分が買った MacBook Pro は M1 Pro チップなので一世代ね、前になるんですけれど、それでもね、今まで使ってた iMac よりはスペックが高いので、価格面とスペックのバランスを考えたらね、いい選択肢だったと思ってます。あと事前に心配していたことはやっぱディスプレイサイズです。iMac はね、24インチのものになって、MacBook Pro は14インチなので、その差がね、10インチあります。かなりね、
画面が狭くなっちゃってちょっとブログ書きにくいかなって思ったんですけれど、ブログ執筆に関しては、愛用しているのがですね、11インチのこの、iPad Pro ですね。こちらがあるので、これをサブディスプレイにすることで対応してやっていけるような感じでしたし、あとはちょっと動画の編集っていうのが、やっぱここは横幅がね、確実に少なくなるので、編集がやりにくくなりそうなんですけれど、もし今後ですね、動画をバンバン編集してアップしていくことになったら、その時は別にですね、27インチぐらいのディスプレイを買って、つなげてね、対応していこうかなと思っております。ということで、今回からですね、YouTube のチャンネルをガジェット系とカメラ系で分けることにしました。カメラ関連の動画をもう一つ違うチャンネルで更新していきますので、カメラも好きだよっていう方がいましたらね、概要欄のリンクからチェックしてくださいませ。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画がね、何か参考になる部分とかありましたら、このグッドボタンと、あとチャンネル登録してないって方がいらっしゃいましたら、動画の最後にチャンネル登録のボタンも出しておきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もネットの世界でお会いしましょう。さよなら。